今回もスマホでタッチするとデジタルスタンプがもらえる駅タメを使ったウォーキングをしてみました。対象となる駅も増えてきているので、気軽に近くの駅から始められるのが良いです。ゆりかもめを全駅制覇するために豊洲駅から出発しようと思いましたが、その場合、レインボーブリッジが歩ける時間より前に東京テレポート駅に着いてしまうので、レインボーブリッジが歩ける時間帯を考えていたところ、東京モノレールにも駅タヌが設置されているので、東京モノレールとセットで歩くことにしました。羽田空港まではリムジンバスの始発で向かいます。早速バスが到着しました。バスでくつろいでいると、あっという間に羽田空港第2ターミナルに到着しました。せっかく羽田空港に来たのだから飛行機を見ようと展望席に行ってみましたが、朝早すぎて閉まっていました。気を取り直してモノレールの駅に向かいます。最初は羽田空港第2ターミナル駅です。改札横の窓口のガラスに駅タグが貼られていました。羽田空港第2ターミナル駅のスタンプをゲットしました。次は羽田空港第1ターミナル駅に向かいます。空港構内の連絡通路を歩きます。あれ、改札口に駅タグがありません。反対側にも改札口があるとのことで向かいます。ありました。羽田空港第1ターミナル駅のスタンプをゲットしました。次は羽田空港第3ターミナル駅に向かうのかと思いましたが、心斎美城駅が次の駅でした。心斎美城駅に向かいます。しかしどのように行けばよいのかがわからなくなりました。ナビタイムにて徒歩での経路検索と GPS を駆使してなんとか歩道を発見しました。朝早いウォーキングなので朝焼けを見ることができました。綺麗です。朝早いウォーキングをおすすめします。滑走路の下のトンネルをくぐります。歩いて通るには少し長いトンネルです。トンネルを抜けると階段があり、登ります。階段を登ると格納庫の大きな建物が並んでいます。心斎美城駅は地下にあるので入り口が分からずしばらくさまよいましたが、建物と空港のフェンスの間にありました。早速改札に向かいます。見つけました。心斎美城駅のスタンプをゲットしました。次の駅は羽田空港第3ターミナル駅です。この辺りは GPS の位置も少しずれていたため道に迷いました。またトンネルです。今度はえらく長いです。歩行者も出会うことがなく車通りは激しいですが、歩道がしっかりしているので少し不安を感じましたが、無心になってトンネルを進みます。途中酸素がなくなるのではとか思いながら進みましたが、問題ありませんでした。東京モノレールが地下から出てくるのが見れました。トンネルを過ぎると海岸寄りの散歩ルートが整備されていました。羽田空港第3ターミナル駅が見えてきました。ターミナルビルの入り口から東京モノレールの改札口に向かいます。観光客が朝早くから
たくさんいます。羽田空港第3ターミナル駅に着きました。羽田空港第3ターミナル駅のスタンプをゲットしました。きれいに整備された花壇を抜けると天空橋駅に着きました。天空橋駅のスタンプをゲットしました。天空橋駅を過ぎると閑散とした道を進みます。モノレールが地下の天空橋駅に吸い込まれていきます。整備場駅に着きました。整備場駅はレトロ感が多い建物です。整備場駅のスタンプをゲットしました。整備場駅の次の駅は昭和島駅です。モノレールは川の上を渡っていきますが、徒歩で行くための橋がないため、天空橋駅まで戻り、橋があるところから進みます。カラフルな壁の絵を見ながら 2km ほど遠回りします。なんとか昭和島駅に着きました。昭和島駅のスタンプをゲットしました。昭和島駅に車庫があるのでモノレールが並んでいます。流通センター駅までもモノレール沿いではありませんでしたが、駅を探しながら歩くのはところどころに看板があるので楽しみながら進めます。流通センター駅に着きました。流通センター駅のスタンプをゲットしました。大井競馬場前駅が見えてきました。川沿いを走るモノレールを見ることができます。大井競馬場前駅に着きました。大井競馬場前駅のスタンプをゲットしました。天王洲アイル駅に向かいます。手前のビルから伸びる空中歩道を通っていきます。天王洲アイル駅に着きました。天王洲アイル駅のスタンプをゲットしました。新幹線の回送線と羽田空港アクセス線になる予定の貨物線の高架下を走るモノレールを見ることができます。モノレール浜松町駅に着きました。定期券売り場の鍵にスタンプがありました。モノレール浜松町駅のスタンプをゲットしました。東京モノレールを制覇したので、ゆりかもめのスタートの駅である新橋駅に向かいます。日テレのビルにあるハウルの動く城のオブジェを見ながら汐留から新橋に進みます。ゆりかもめが走っています。新橋駅に着きました。新橋駅のスタンプをゲットしました。新橋駅から汐留駅はスカイウォークを歩いて目の前です。汐留駅に着きました。汐留駅のスタンプをゲットしました。浜離宮恩賜公園の周りを通って竹芝駅に向かいます。竹芝客船ターミナルに帆船のマストのオブジェを見ながら竹芝駅に向かいます。竹芝駅に着きました。竹芝駅のスタンプをゲットしました。八丈島行きの船はここから乗っていくことができるので、
ぜひ今度行ってみたいと思います。次は日の出駅ですね。きれいに整備されているので歩いていて楽しいです。日の出駅に近づいてくると倉庫が多くなってきました。日の出駅に着きました。日の出駅のスタンプをゲットしました。芝浦ふ頭駅の近くはさらに倉庫が多く物流拠点です。芝浦ふ頭駅に着きました。芝浦ふ頭駅のスタンプをゲットしました。お台場海浜公園駅に向かいます。レインボーブリッジに着きました。エレベーターでレインボーブリッジの歩道に向かいます。風は強いですが、景色はとても良いです。レインボーブリッジを渡り終えたので、お台場海浜公園にて一休みをします。お台場海浜公園駅に着きました。お台場海浜公園駅のスタンプをゲットしました。次の台場駅に向かって歩いていくと、レゴで作られた巨大なキリンが出迎えてくれます。台場駅に着きました。台場駅のスタンプをゲットしました。ゆりかもめが通過していきます。首都高速湾岸線を渡ります。ここは朝羽田空港に向かうバスで通りました。東京国際クルーズターミナル駅に着きました。東京クルーズターミナル駅のスタンプをゲットしました。東京国際交流館を通り抜けて日本科学未来館を見ながらテレコムセンター駅に向かいます。テレコムセンター駅に着きました。テレコムセンター駅のスタンプをゲットしました。テレコムセンター駅を出ると水陸両用バスが止まっていました。大見駅に到着しました。大見駅のスタンプをゲットしました。ゆりかもめが走りすぎるのを見ながら歩きます。東京ビッグサイト駅に着きました。東京ビッグサイト駅のスタンプをゲットしました。東京ビッグサイト駅に来ると展示会によく来ていたことを思い出します。花という文字のオブジェに見せられます。臨海線の国際展示場駅前の花畑が綺麗です。相変わらず綺麗に整備されています。有明駅に着きました。
有明駅のスタンプをゲットしました。有明コロシアムを見ながら歩きます。有明テニスの森駅に着きました。有明テニスの森駅の周りはまだ開発中です。有明テニスの森駅のスタンプをゲットしました。東京 BRT の試験車両が走っています。四条前駅に着きました。最近できた豊洲千客番台があるので混雑しています。四条前駅のスタンプをゲットしました。新豊洲駅に着きました。新豊洲駅のスタンプをゲットしました。終点の豊洲駅に向かう途中の豊洲5丁目公園に蒸気機関車がありました。きれいな保存状態です。これは高輪築堤のオブジェになっているみたいです。豊洲駅に着きました。豊洲駅のスタンプをゲットしました。ゆりかもめのウィキタムは主要4駅を制覇するとボーナススタンプをもらいました。またゆりかもめの全域を制覇すると全域制覇のボーナススタンプをもらいました。羽田空港第2ターミナル駅から東京モノレールを制覇し、続いてゆりかもめを制覇して豊洲駅の約 42km を楽しく歩くことができました。今回のルートは一部を除き駅間が短く小さなゴールを目指して歩くことができるので疲れをあまり感じませんでした。よろしければチャンネル登録をしていただければ励みになります。